ご視聴ありがとうございます。今回はベラのサイクロップポケットを未だ短期間ですが使ってみた感想をお伝えしたいと思っています。これ、登場を楽しみにしていた道具です。ビットもソケットも使える万能感、スイベルヘッドを備え、グリップ内収納は大容量のビットが12本。オールインワンの全部の設定印象を受けてまして、期待しかなかった製品です。まずは簡単に概要のご説明。全体はこんな感じ。作りは悪くないっすね。色はすごい取り合わせですが、チープな感じは受けません。グリップのここに印字があったのですが、半日でなくなってしまいました。最近の欧州工具って印刷消えちゃうの多いっすよね。サイズは手に収まる大きさです。重量は 255g。重さはありますが、塊感があるので悪い印象はありません。スマートには思いますが、小さいって感じではないです。似たコンセプトの PB インサイダーと比べると全長は同じくらい。ただベラが一回りほど太いので、比べるとかさばるイメージですね。お尻部分を引き出すとビットの収納が現れます。プラスにポジドライブ、ヘックス、トルクスの基本的なセットです。PB の8本ですとちょっと物足りなかったので、この大容量は素敵ですね。ラチェットは72ギアのスイベルヘッド。ただスイベルなんですけど、ロック付きというよりはロックすること前提な作りのヘッドで、0度、15度、90度で自動でロックがかかります。解除するにはこのボタンというかレバーを下げる操作が必要。レバーは表裏どちらにも備わっており、操作はしやすいです。ドライブは3部のスクエア中央に四分1ビット用のメスが彫り込まれた形。どちらも保持はマグネット式となってます。さて、使い始めて日の浅い感想ですが、面白い道具ですね。とても気軽に使える道具です。メインラチェットの頼れるサイドキックとでも表せばよいのか、新しく手に入れたもの補正というのもあるのでしょうが、やたらよく使うサブ工具といった印象になってます。気に入っているところは、ビットやソケットの脱着がとても楽なことです。保持するマグネットが弱めなので、簡単につけられて簡単に外せる。すごく気軽に使える道具なんです。手がオイルでヌルヌルでもひょいっとソケット外れますし、差し込む時も位置合わせるだけで押し込む操作は不要です。片手しか空いていない状況でもソケットの付け外しが容易に可能というのも助かる場面は多いっすね。ビットの保持具合もちょうどよく、ヘックスの 2mm くらいになってくるとさすがに外しにくさは感じますが、しっかりと指を拭いておけば簡単に取れます。M6 くらいまでの小さなネジ、オートバイで言えばハンドル周りなんかはこれだけで作業はできますし、大きなネジは大きな道具で緩めた後にソケットをこれに気軽に付け替えてサクサク最後まで回すとか、ドライバー型で速さ重視で回すとか、これがないと始まらないというようなメインな工具ではないのですが、使う頻度は今のところ高めっすね。ラチェットフィールもとてもいいんです。空転は普通、どちらかというと軽めで、ギアを送るたびにしっかりとしたパルス感がありまして、乾いたパチパチと曇らない音が小気味よく、これすごく好きですね。気になっていた首振りのロック機構は案外悪くないです。首の角度は3つと少ないですが、よく使う3ポジションなので不満は多くないです。操作性も悪くないんですよね。グリップの形が良いのか、角度変えたいって時にスッとレバーに指が行きまして、サクサクポジションを変えることができます。手遊びしてると重ために感じたこのレバーですが、使っているとちょうどいい具合ですね。さて、反面これはと思う部分もございます。一つはメリットでもあったソケット保持の弱さ。ソケットポロリが頻発します。私はディープソケット組み合わせるのが気に入っているのですが、ネジに持ってかれることは多いですし、サイズによっては振ったら落ちちゃうレベルで保持力は弱いんです。ソケットをつまんで持ち上げたらボディ置いてきて取れちゃったなんていうこともありました。ですから表側のややこしくない箇所の作業に限定をして使っています。手を突っ込んで奥の方のネジを回すみたいなソケットを置いてきたら厄介な作業には使わない、使いたくはないですね。ソケット単体でこれなのでエクステンションをつけるなんてのはまず厳しいです。外れても問題ない箇所、プラグ外すとかでソケットとエクステを先に差し込んでおいて、後からこれを接続するみたいな使い方はしていますが、ほんとポロポロ外れますから、エクステを指でつまむような使い方になってます。普通のラチェットの感覚では使えてないですね。
2つ目はスイベルヘッドのロック機構について。使っている分には文句そう多くはないんですけど、せっかくスイベルなのに3ポジだけかともったいなさみたいなものは感じています。本当にこれポジションは限定されます。例えばこのように45度くらいにセットして使おうとするとラチェットが機能しません。ドライブが回らないのです。内部のロックピンが切り替えダイヤルのギザギザに引っかかってしまうんですよね。レバーを下げたままなら使うことはできますが、操作性はめっちゃ悪くなりますので全然使いやすくはないです。ロックが外れにくい構造なのでそこは素晴らしいと思うんですけど、レバーを下げた状態で固定ができたらと思ってしまうことはあります。この2点、ソケットポロリとヘッドの角度規制は気になる方多いのではないかと感じています。あとは小さいことですが、収納の引き出しに思うことがいくつか。まず引き出す時の操作性がいまいちです。最初が硬く、途中も何度か引っかかる。PB の似た機構に比べると柔らかさやスムーズ感がなく、結構バチーンって感じに開くんです。使い始めて日も浅いですが、すでに壊れないか不安を感じていまして、引き出すのはやめて押し上げるようにして開けてます。こうすると開けやすく、バチン開きは解消するんですけど、いちいち逆手に持ち直す必要がありますので、ちょっと面倒ですね。それから 50mm ビットが収納できないというのも残念。上段下段に仕切りがあるんです。ビットが遊ばないのは良いですが、長物を入れることができません。マイナスの長いのは一つ頻繁に使うので、ここは残念に感じました。それから大きめなトルクかけて使っている時にここ開いちゃわないか不安になることがあります。グリップエンドが蓋を開けやすいようにダックテールみたいに跳ね上がってますので、この蓋部分に手のひらを引っ掛けるような使い方になりまして、まあ今のところ開いちゃったってことはないですけど、開かないよねって不安になることがあるですね。グリップについては良いなと思う部分もありまして、他のベラのこういうグリップをくり抜いた収納と比べると頑丈さを感じます。以前コメントでいただいたのですが、ベラの似た製品、間違って踏んだらグリップが割れたと聞きまして、お店で比べてみたのですが、このポケットセットの方が分厚さを感じました。試しにちょっと踏んだりもしてみましたが、問題はなかったですね。EDC としてはどうなんですかね。私は自転車用の携帯工具にと考えていたのですが、ヘッドが大きすぎて使えない箇所がありまして、携帯用としては使っていません。比較していますのは、携帯工具として使っている PWT さんのマイクロビットラチェット。これだけ大きさが違います。用途にもよると思いますが、 EDC って小さいことを求める印象がありますので、大きさ、コンパクトさだけで考えますと一歩劣る感は否めないですね。また3部のソケットが回せるとはいえ、ソケットの収納はございませんから、別で持ち運ぶ必要が出てきます。オールインワンの携帯工具って期待をしていたのですが、考えてみれば当然なんですけどね。あれもこれもとやっていくとどんどんかさばるということになってきます。それからトルク耐性も決して高いものではないと思っています。ドライブは3部のオスですが、中がくり抜かれていますから、プッシュリリースやユニオン機構よりも多分弱いのではないかと思っています。このサイズでかけるトルクなら問題はないでしょう。40ニュートンくらいなら全然耐えるとは思いますが、 EDC 向けなアイテムという位置づけですから、これしかないって時に足で踏んだりなんて使い方する時もあると思うんですよね。そういう時に信じきれるかというと、ちょっと頼りなさは感じます。渋一工具と同じくらいの感覚で使ってるっすね。最後に値段はびっくりしました。勝手なイメージで同社のツールチェックと同じくらいかと思ってましたが、およそ倍ほどのお値段での登場となりました。新製品ということ、それから最近の為替から仕方のないことには思いますが、この価格だと気軽には試せないですね。ベラのポケットセット。当初の印象とは違った道具でしたが、今のところ楽しく使っています。今まで PB のインサイダー2本使ってきましたが、試しに1本をこれに入れ替えてみています。EDC 向けというより、普段からビットをよく使っている方に向いているように感じます。私にとっては良き相棒となってくれそうな印象っすね。もうちょい使ってみて、しっかりとしたインプレしてみたいと思っています。使ってこなれて印象が変わってきたら、またお伝えさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。
当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。